皆さん、こんにちは。よしえです。今日も私のポッドキャストを聞いてくれてありがとうございます。このポッドキャストは、だいたい N2、N3 レベルの人を対象にした動画です。この動画が簡単だなと思う人は、ぜひ私のペイトリオンに字幕なしの動画があります。それを聞くと結構難しいかなと思います。その字幕なしの動画は無料で見ることができます。メールアドレスがあれば Patreon に登録することができるので、ぜひ試してみてください。そして有料の動画もあります。ぜひぜひ私をサポートしてもらえるととっても嬉しいです。はい。それでは3月になりましたが、皆さん元気にしていますか？私は実は今日すごく背中が痛いです。はい、背中が痛い。というのも、昨日インスタグラムで背中のストレッチを見つけました。そのストレッチは大谷翔平選手、野球のプロの選手ですね。大谷選手がやっているストレッチというものでした。で、大谷選手がやっているんだから、きっとすごく効果があるんだろうなと思って試してみました。そしたら、今朝起きたら背中がすごく痛いです。多分、筋肉痛だと思います。ちょっと背中を痛めたのか、筋肉痛なのかが分かりづらいですね。あまりこの背中を筋肉痛になるまで動かしたことがないので、これが何の痛みなのかがちょっとわからないですね。ただの筋肉痛であってほしいなと思っています。はい。皆さんは普段ストレッチとかしますか？体を家で動かしていますか？私は最近、ちょっと暖かくなってきたし、そろそろ体を動かさないといけないなと思って、インスタとか YouTube とかでストレッチを調べていました。最近はそうやって SNS で簡単にいろいろな運動やストレッチにアクセスすることができますよね。でもその代わり、どれが正しいストレッチなのか、プロ的に見たら、これはいいのか悪いのかみたいなのが分かりづらくなっていますね。だから気をつけないといけないなって思いましたね。はい。皆さんも気をつけてください。痛めないように。はい。で、今日のポッドキャストは、日本の3月について話をしたいと思います。はい。3月といえば、みたいな、いろいろなトピックで話をしたいと思います。まずは、花粉症。はい。花粉症について話をします。多分、この時期、日本人の中で花粉症ってすごくホットなトピックなんですね。なぜかというと、多くの日本人が花粉症のアレルギーがあるからですね。そう、今データを見ると、日本人の半分以上が花粉症を持っていると言われています。で、全体で見ると半分ぐらいなんですけど、若くなればなるほど花粉症が多いそうです。例えば10代の若者はだいたい 70% くらいが花粉症の症状があるそうです。70% ってすごく多いですよね。そして10歳以下の子供も最近では花粉症に悩んでいるみたいなんですね。びっくりですよね。私が子供の頃は花粉症ではなかったです。確か、10代の最後、大学生ぐらいで花粉症が始まりましたね。で、もうそれからずっと毎年毎年春があまり好きじゃなくなったんですね。それくらい花粉症になると
辛いんですね。多分、花粉症がない国の人ってたくさんいて、花粉症がどれだけ辛いかイメージできない人も多いですよね。だから、ちょっと説明したいと思います。花粉症になると、まず、鼻水がすごく出ますね。そして、目が痒くなります。目が痒い。耳も痒い。耳の中も痒いんですよ。そして、他にも肌が痒くなります。あとは、頭が痛い。そして、眠い。体もいつも疲れている。みたいな感じで、もう本当にネガティブなことばっかりなんですね。そして、これがすごく辛いのが、薬があまり効かないということがあります。もちろん、アレルギーの薬を飲むと、だいぶ楽になります。例えば、鼻水は止まるとか、頭が痛いのは良くなるとか、いくつかの症状には改善があるんですよ。でも、完璧な薬ってあまりないですね。私ぐらい重い症状がある人には完璧な薬がなかなかないんですよ。だから、薬は飲むけど、3月、4月、5月の最初ぐらいはいつも体調が良くないです。本当だったら春という季節は気候も良くて桜も綺麗で暖かくて気持ちいいみたいな季節のはずなんですよ。でも私にとって春はもう最悪な季節っていうイメージですね。そう。でも今年はいつもと違います。なぜかというと、舌下免疫療法という治療を始めたからです。これはもう10月ぐらい、去年の10月ぐらいから始めました。この治療は多分他の花粉がある国にもあると思うんですけど、小さいタブレット型の薬をベロの舌の下に入れます。で、それで、少し毎日飲み続けることによって、体が花粉に慣れていきます。これが免疫ができると言います。で、免疫ができることによって、その花粉が飛び出した時に反応しなくなるんですね。はい。で、10月くらいからその治療を始めて、毎日その薬を飲みました。免疫の薬をね、飲みました。そしたら、今年は、なんと、その花粉症の症状が全く出ません。ゼロになりました。もう本当に驚いていますね。ここまで綺麗に症状がなくなるとは思っていなかったんですね。先生と話したときに、花粉症の症状がほとんどなくなる人もいれば、そうじゃない人もたくさんいるんだよということを聞いていたんですね。だから、ちょっとぐらい花粉症の症状がなくなればいいなとは思っていたんですけど、ゼロになるとまでは期待していなかったんですね。でも、もう今、全く鼻水も出ないし、頭も痛くないし、どこも痒くないんですよ。本当に生まれ変わったような気持ちになっています。ここまで外を歩いていて、体調がいいのは何年ぶり？もう15年ぶりぐらいな気がしますね。もちろん、最近まで私は海外に住んでいました。パラグアイに2年半くらい住んでいたんですけど、その時は全く花粉症がありませんでした。で、今年2026年は久しぶりに日本で迎える春なんですよ。そう。だからね、どうなるかなって思っていたんですが、大丈夫でした。で、この
舌下免疫療法という治療は、日本人なら多分みんな聞いたことはあるかな。多分ね、聞いたことはあるかなぐらいの感じの治療なんですよ。でも、やっている人自体は少ないと思いますね。その理由はいくつかあって、まず一つは、すごくめんどくさい。めんどくさいんですよ。この小さなタブレットを毎日365日飲み続ける必要があります。その生活を3から5年続ける必要があるんですね。そのタブレットを飲むということだけでもめんどくさいんですけど、それ以外にもめんどくさいポイントがあります。舌の下に入れて1分間待つ必要があります。で、溶けても飲み込んだらいけない。で、1分経ったら飲み込んで大丈夫です。でも、その後5分間は水とか食べ物とか何も口に入れてはいけません。これぐらいならできそうだなって思うんですけど、それでもやっぱり毎日やるとなると結構めんどくさいんですね。あとは、お金の面ですね。結構値段がかかる、お金がかかるかなと思いますね。今日たまたまその、アレルギーのじゃない、免疫療法のための薬をもらいに行きました。病院でまず先生と話をしました。何か変わったことはないですか？いつも通り薬を出していいですか？と聞かれました。で、その会話をした後に、510円払いましたね。510円。3ドルぐらい、払いました。で、その後、薬をもらうために薬局に行きました。で、薬局で90日分の薬が4500円でしたね。そう、だから90日で5000円。だいたい35ドルぐらいですね。はい。これを3年から5年続ける必要がありますね。だからどうですか？高いですかね？私はこれぐらい春に快適に過ごせるなら安いんじゃないかなって思いますね。普段私はこの治療をしていなかったら花粉症の薬をたくさん買っているし、他にも鼻に入れるスプレーとか、目を洗う薬とか、いろんなものにお金を使っていたんですね。そういうことを考えると、この治療のためのお金は払えるなって思いますね。はい。なので、ぜひね、もし、日本にいるよとか、自分の国で花粉症があるよっていう人がいて、この治療法が面白そうだなと思った人は、ぜひね、先生とお医者さんと話してみてください。もちろん人によって効果は違うし、たまにアナフィラキシーショックを起こしてしまうというリスクもあるので、自分だけで決めずに、ぜひお医者さんと話してみてください。はい。で、もう日本って本当に花粉症が大変すぎて、経済的なマイナスもすごく大きいんですね。で、最近ニュースでどれくらい経済的に悪い影響があるのかということを見ました。そしたら、なんと1日あたり2400億円の損失と言いますが、悪い影響があるそうなんですね。そう、びっくりですよね。1日にですね。1日に。だからこのシーズンを通すと、もう何兆円という悪い影響があるんですね。それぐらいやっぱりみんな花粉症に苦しんでいます。眠たいとか頭が痛いってなると、やっぱり仕事がうまくできませんね。そういうので仕事の効率とかが下がってしまう。また外に行きたいという気持ちがなくなってしまう。
いろいろな悪い影響があるみたいです。で、それってもう国としてどうにかしないといけないよなって思うんですね。で、そのニュースで見た、最近政府としてどうにかしようって考えている方法がありました。2つありました。まず1つは、スプレーみたいなので、杉、花粉を出す杉という木に、薬を撒くそうです。ドローンとかでね、飛ばして薬を撒いていくらしいです。その薬は、木のおしべを枯らす薬らしいです。木にはメスとオスの、機能がありますね。で、そのオスの方を、オスの方にだけ、悪い影響を与える薬だそうです。そうすることによって、花粉が作られなくなるらしいんですよ。で、花粉が作られないと、もちろん花粉を飛ばすこともなくなるので、いいよっていうことらしいです。で、私はこれを聞いて、めっちゃいいじゃんと思ったんですね。とってもいいなと思いました。でも、やっぱり、それを実際に行うと、すごくお金がかかるみたいなんですね。で、政府としては、やっぱり経済的な悪影響と、スプレーを撒くコストと、みたいなののバランスを取らないといけないよね、ということを考えているそうです。で、あともう一つは、花粉を出さない杉、植物に植え替えるということらしいです。これは、そうだよねっていう、それは、アイディアとしてはもちろんあるよねって想像ができます。そもそも、この今、私たちが花粉で苦しんでいる理由というのは、戦後にたくさん杉を植えたからなんですね。で、その杉が今花粉を出してみんな苦しんでいるんです。そう。だからもう最近は品種改良と言いますが、遺伝子とかを、なんて言うんですかね。遺伝子を変えて杉から花粉が出ないようにもできるらしいんですよ。で、そっちの杉に植え替えたらどうかという話があります。そう、でももちろんすごく時間がかかりますよね。杉というのは私たちの生活になくてはならない植物なんですね。家を建てるときももちろん使うし、いろいろなことに杉という木を使っています。だから、なくてはならないんだけど、それを植えてまた育てるとなると、すごく時間がかかると思います。そうそう。こんな感じでいろいろ、この花粉症という国民が抱えている病気を良くする方法はあるんですが、今すぐにどうにかできる方法っていうのはなかなかないというのが現実ですね。はい。じゃあ、花粉症についてすごく熱く語ってしまったんですけど、次のトピックに行きます。で、3月といえば、やっぱり卒業式がありますね。卒業式。日本は4月が学校の始まりです。そして3月が1年の終わりということになっています。だから、すべての、幼稚園から小学校、中学校、高校、大学、すべての学校で3月に卒業式を迎えます。で、皆さんの国の卒業式ってどんな感じですかね。大体みんな、セレモニーをして、みんな卒業おめでとうみたいなスピーチがあったり、挨拶があったりして、卒業生の挨拶があったりするのかな。そういう感じの大体のイメージは皆さんもわかると思います。そう、日本も、多分最初みんな同じような感じですけど、カーペットの上を歩いてきて、自分の席に
ついて、で、そして、校長先生の話とか、卒業生の代表の挨拶とか、で、2年生とか1年生の代表の挨拶とかがあったりしますね。そして、日本ではだいたいその卒業証書と呼ばれる紙を一人一人渡すことが多いですね。なので、この卒業証書を渡す練習とかもしたりします。例えば、練習するとしたら、まず名前を呼ばれますね。山田太郎さんとか言われて、大きな声で、はいって言いながら立ちます。そして、校長先生が立つ舞台まで歩いていきます。で、先生や他の生徒に対してお辞儀をしますね。で、ちゃんと、卒業証書を美しく受け取るように、こういう感じですね。こういう感じで受け取って、で、自分の席まで戻る。みたいな感じの練習をしたりしますね。なぜ練習をするかというと、やっぱり、そのセレモニーにはたくさんの人が出席しますよね。1年生から3年生までの生徒はもちろん、先生もほとんど全員参加します。そして、生徒の親も参加しますよね。なので、当日いきなり本番を迎えてしまうと、なんか、うまくいってないなとか、なんかせっかく卒業式に来たのに、こんなに、声がちっちゃかったとか、うまく歩いて受け取りに行けなかったとか、そういう風になってしまうので、練習が必要ということですね。そして、もちろん歌も歌います。結構全国的に、選ばれる歌というのがあって、それは別れとか桜とか友達をテーマにした曲が多いと思いますね。で、この曲もたくさん練習をして本番を迎えます。そう、たくさん練習をするんですけど、中には感動して泣いてしまってうまく歌えないみたいな人もいますね。それはもうあるある、卒業式あるあるだと思います。はい。で、卒業式が終わって、海外ではよく帽子を投げたりするじゃないですか。ああいうのはないですね。日本はだいたい高校生までは制服を着て卒業式をやります。そう、だからね、ああいう帽子とか、ケープなんて言うんですか、マントみたいな着てるじゃないですか、海外だと。ああいうのはないですね。はい。で、さっき、高校生までは制服を着て卒業式をすると言いましたが、大学生は少し違います。はい。大学生は、男性はスーツ。そして女性は袴を着ることが多いです。袴というのは、着物の下の部分を、なんて言ったらいいのかな。ちょっとね、着物と別のパーツがあるんですね。で、それを着ます。で、これがすごく可愛くて、私も大学生の時に袴を着ましたね。どうして袴を大学になったら着るのか、大学の卒業式で着るのかというと、これは歴史的な流れがあります。もちろんね、高校までと違って大学では制服がないじゃないですか。だから、男性はスーツを着るように、女性もスーツとかドレスとかを着て参加する人もいるんですよ。でも、もう100年以上昔に、着物が普通だった時代、勉強をする女性たちが着物だと授業を受けづらいじゃないですか。ちょっと動きにくいし、結構締め付けが、ここがグッてね、締め付けられていて苦しいので、もう少し動きやすい格好で授業が受けやすい格好と
ということで、袴が使われ出しました。で、それが明治時代という時代だったそうです。そこから明治時代、大正時代にかけて、勉強をする女性のイメージが袴になっていったみたいなんですね。そう。だから、今でも普段和服、着物とかは着ないんですけど、そういう卒業式という特別なシチュエーションでは袴を着る人が多いみたいです。で、私も袴を着たいなと思って予約をしたんですけど、もちろんそれは自分の着物ではなくてレンタルでした。大学の卒業シーズンが近づいてくると、学校にね、袴のレンタルの業者が来ます。で、どの袴がいいですかとか聞かれて予約をすることができるんですね。で、それにすべて着せてくれるサービスも入っているので、卒業式当日になると、その業者のブースに行きます。で、その業者のブースで袴を着せてくれて、で、ヘアセットとかもしてくれて、卒業式に行くという流れになります。そう、私は結構大学の卒業式は、すごくいい思い出になっているんですね。というのも、高校の卒業式があまり記憶がない。記憶がないんです。なんか私の卒業した高校は、ちょっと変わった時期に卒業式をやる学校でした。普通の学校は3月にやるんですね。だからもうみんな、大体多くの人が受験とかが終わって、あとは卒業式だけという状態になっています。でも私が行った高校は、先に卒業式を終わらせてから受験という学校だったんですよ。だからね、1月に卒業式をして、で、そこから受験に集中してくださいみたいな学校でした。そう、だからね、卒業式で、感動したかもしれないけど、それよりも受験のことを一生懸命考えていたと思いますね。これからまだ大学に行けるかもわからない。これから春から私はどこの県に行くかもわからないみたいな感じでした。なので、みんなとの別れを惜しむ。別れを寂しいと思う余裕がなかったんですね。はい。そうそう。でも、大学は、確かね、3月に卒業式があって、これからもうみんな社会人になって、東京に行く人もいれば、大阪に行く人、海外に行く人、いろんな人がいて、すごくセンチメンタルになったのを覚えていますね。はい。これが私の卒業式の思い出です。皆さんは、そういう別れの季節みたいなのはありますか？何月が別れの季節になるんですかね？もう日本は3月が絶対、もうみんな3月は別れの季節というふうに思っていると思います。多分、アメリカとかの人は9月から学校が始まりますよね。だから8月とかが別れのシーズンになるのかな。他のアジアの国とかはどういう時期に学校が始まっているんですかね。もう全然わからないですね。はい。ぜひコメントで教えてください。で、3月といえば、学校関係と同じように、日本のいろいろなシーンで終わりを意味しています。そう。これを年度と言いますね。年度。4月から3月を年度と言います。なので、今は2025年度をやっているんですね。2025年度。で、次の4月1日から2026年度が始まります。ちょっと難しいんですけど、そういうふうに日本では呼んでいます。で、これは会社とかもそうですね。
多くの会社が4月から3月を1年間と考えています。なので、4月からどれぐらい物を売ったかとか、どれくらい利益を出したかとか、そういうふうな計算をするのが3月ですね。1年間どれくらい頑張りましたかというまとめをする月になります。だからね、社会人の人たちは3月はとっても忙しい時期ですね。残業が多くなってくるのもこの時期だと思います。そして、送別会とか、忘年会はないや。送別会がこの時期とても多いと思いますね。もちろん会社によっていろいろですけど、3月に退職をする人とか、3月に部署を移動する人というのが多くなります。はい。で、そういう人たちのフェアウェルのためのパーティー飲み会を開いたりする季節ですね。はい。で、私もね、仕事を辞めたのが3月だったので、3月に送別会をやってもらいましたね。なんかちょっと寂しいけど、新しい出発というようなイメージが3月にはあります。はい。それでは次のトピックは、はい、3月といえば暖かくなってきて観光客が増えていきますね。みんな桜を待っているような時期です。1月とか2月って結構沖縄とか北海道みたいな地域にすごく観光客が多いらしいです。日本は四季がとてもはっきりしているので、シーズンによって人気の観光地が違うんですね。そう。だから、寒い時期はやっぱり暖かい場所に行きたい人が多いので、沖縄が人気になるそうです。そして、寒い時期にスキーとかそういうウィンタースポーツをしたいという人も多いので、北海道とかが人気なのかなと思います。それでだんだん暖かくなってきて、3月とか4月になると、京都とかね、あとは金沢とか、そういう桜が綺麗とか、日本っぽい場所がすごく人気になるみたいです。はい。なんか、そう、4月は本当に京都がすっごく観光客が多いというイメージがありますね。皆さんは観光客が多いと分かっていても京都に行きたいですか？どうですか？もちろん京都って本当に見る場所が多くて、日本っていう感じの雰囲気がとても楽しいですよね。で、私はでも、京都はもう長年行っていないんですよ。理由としては、やっぱり人が多すぎるということですね。そして、京都には、結構狭い道がたくさんあります。すごく有名な場所でも、道がすごく狭くて、観光客がもう頭しか見えないみたいな状況になっていることがよくあります。そういうのを見てしまうと、ちょっとこれはまたいつかにしよう。今回は京都はやめておこうみたいな感じになってしまうんですよね。そう、近いからこそ、またいつか行けるかって思ってしまうんですよね。そう。でも、海外からの観光客が京都を選ぶ理由というのはとってもよくわかります。はい、気持ちはね、すごくわかります。春、京都で楽しめることって何があるかな？まだ暑くないので、着物を着て京都を歩くとかもできると思うし、桜を見にお寺に行ったり、川沿いに行ったりすることもできますよね。そう、あんまりね、私、京都に、頻繁には行かなくて、多分、人生でも10回も行っ
ていないかなと思います。そう、ちっちゃい頃はよく行っていたんですけど、そう、あんまりね、京都について詳しくないんですよ。でも、京都で、和菓子作りをしましたね。和菓子作り。和菓子ってすごく綺麗で、作るのが難しそうに見えるじゃないですか。でも、ちゃんと先生からゆっくり教えてもらうと、誰でも綺麗に作ることができます。で、京都にはそういう和菓子を作る体験アクティビティみたいなのがたくさんあります。英語に対応しているところもあると思うので、おすすめですね。あとは、京都でやったことは、嵐山の近くで、ボルダリングじゃない、ラフティングか。ラフティングをしましたね。なんかね、京都ですごく有名な川があって、そこでラフティングをすることができます。はい、そういうのもね、すごく楽しかったですね。で、他にも、この時期、日本でとてもおすすめなアクティビティがあります。それが、いちご狩りですね。いちご狩り。いちご狩りは、だいたい1月ぐらいから5月ぐらいまでできるんですね。結構長い期間できます。でも、やっぱり1月とか2月は寒いので、なかなかイチゴをたくさん食べるっていう気分にならないですね。そして4月の後半になってくるとかなり暑くなってきますね。日本はもう4月の終わりでかなり汗をかくくらい暑くなります。そうすると、いちご狩りのハウスの中もすごく暑いんですね。そしていちごがかなりあったかくなってしまいます。まあ、いちごがあったかいと、ちょっと美味しさが減ってしまうかなと思うので、この3月とか4月の最初の方が一番いい時期かなと思いますね。ちなみに最近日本でいちご狩りをするのは結構値段が高いんですね。多分ね、どうかな。まあ場所にもよると思うんですけど、2000円とか3000円とか、高いところになると4000円ぐらいかかるケースがあります。それで、まあ、食べ放題なんですけど、90分とか60分とか時間が決まっています。で、それぐらい高い値段を払って、どれくらい食べれるかっていうのに挑戦するのがいちご狩りなんですね。でももう最近はスーパーでイチゴがどうかな、500円くらいで売っているので、スーパーのイチゴを買った方が多分安くたくさん食べられるかなと思います。そう。まあでもね、やっぱり、自分で摘み取って食べると楽しいですよね。はい。私はすごくイチゴ狩りが好きで、今年も行けたらいいなって思っています。はい。ぜひね、気になる人は、イチゴ狩りできるところたくさんあるので、調べて行ってみてほしいと思います。で、あとは、この時期、とても引っ越しが多くなります。はい、さっきも言ったように、この時期、卒業シーズンとか、新しい仕事を始めるとか、転職をするとか、そういう時期なので、住む場所を変える人もとても多いんですよね。で、みんな、引っ越しをするときに、引っ越し業者にお願いをします。多分、日本では自分だけで引っ越しをするっていう人は少ないと思うんですよね。何か業者のお手伝いをしてもらう人が多いと思います。そうなった時に、3月はなかなか引っ越し業者を手配することが難しい時期ですね。早めに行っておかないと、トラックが見つからないとか、すごく値段が高くなるとか、そういうことが起きてしまいます。皆さんは、引っ越し好きですか？私はね、引っ越しが
本当に、苦手なんですね。決まった時間までに自分の持っている家具を全部片付けたり、自分の服を片付けたり、段ボールに入れたり、そういう風にするのがとても苦手な人です。多分人生で何回かな、大学に入るとき、大学から卒業するとき、仕事で何回か転勤をしているので、それで3回ぐらいで4回。7回と10回もしてないかな、多分。全部で10回ぐらいだと思います。そのうち8回とか7回くらいは自分で引っ越しの作業をしました。というのも自分でパッキングですね。パッキングをして、その段ボールを業者に渡さなければいけませんでした。でも本当に前日になるまでほとんど何も進んでいなくて、急いで段ボールに入れて、で、業者の人が来て作業をしてくれている間にまだ準備してるみたいな。そんな感じが結構多いですね。大変。本当に大変。そして、引っ越しの時期って結構みんな家具を買ったりしますね。だから、家具がこの時期セールになっていることも多いような気がしますね。どこの電気屋さんに行っても新生活セットみたいな感じで、掃除機、洗濯機、冷蔵庫がセットみたいな、そういうのもよく見かけますね。そうで、最近ね、私、すごくショックなことがあったんですよ。数週間前にカメラを買ったんですよ。で、そのカメラがだいたいいくらぐらいしたかな ?500 ドルぐらいしたんですよ。で、結構高くて、でも必要なものだから買おうと思って買いました。そしたら3月になって100ドルぐらい割引されていたんですね。で、うわーと思って、そうか、3月になったから家電とか、家具がどんどん割引される時期なんだなと気づきました。あと数週間待っていたら、もっと安く買えたのになと思って、結構悲しいです。で、そのね、カメラは Vlog 用のカメラを買ったんですね。で、また、いつか、Vlog を撮って YouTube にも上げたいなと思っているので、そのカメラを使おうと思います。はい。そう、何の話してたっけ？そうそう。引っ越しだ。そう、引っ越しって皆さんの国では業者を使わずに自分とか家族だけでやることが多いですか？どうかな？最近日本ではその引っ越し業者がいろんなサービスをやっているんですね。例えばもう自分は何もしなくていいみたいなサービス。業者の人が何人かで家に来てくれて、服を片付けて全部段ボールに入れてくれたり、お皿も包んで運んでくれたり、あとは、靴とか家具とか、すべてのものを全部パッキングして運んでくれるというサービスもあります。だから自分では何もしなくていいみたいなこともあるんですね。だいたいみんないろいろたくさんの引っ越し業者からいくつか選んで見積もりを取りますね。見積もりというのはいくらになりますかって聞くことです。そうで、A 社はじゃあ10万円ですって言ったとして、B 社は11万円です。C 社は9万円です。みたいな感じで、いろいろな値段を言ってくれます。その中で比べて決めるんですけど、結構値段を下げてくださいって交渉することもよくあります。日本ってあまり値段の交渉をしない国だと思うんですよ。
街中で、これね、もっと安くして、みたいなことは全くないです。皆さんが観光をしていて、値下げをしてってお願いすると、結構変な目で見られると思います。でも、こういう引っ越しとか、車を買うとか、そういう大きな買い物の時は、値下げの交渉をすることがよくあります。だから、例えば、一番安かったところの見積もりの紙を持って、すみません、あの会社はこんなに安かったんですけど、みたいに言うと、うちも値下げさせてください、みたいな。もっと安くするんで、うちで決めてください、みたいな風にね、なるんですよ。そう。で、これが結構、よくあることで、大体多くの人がそうやっていくつかの会社に見積もりを取ります。ね、もう本当にめんどくさいんですけど、そうすることによって節約ができるということですね。はい。それでは、いろいろ3月について話をしました。今日の動画のトランスクリプトは Patreon で配信をします。ぜひそちらも見てみてください。それでは今日の動画が面白いね、いいねと思った方は、ぜひチャンネル登録と高評価、そしてインスタグラムのフォローもお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。